皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今日はマレーシアの隣シンガポールに来ております。こちら今シンガポールの植物園にいるように思いますよね。そう、植物園でも場所がですね、実は空港なんです。シンガポールのチャンギ国際空港という巨大な空港の中に巨大なガーデンがあるんです。そして人工の滝もございまして、今ね水の音聞こえると思うんですが、ちょっと見えますかね、奥に。そう巨大な人工の滝もあるんですね。こちらをちょっと今日は巡って皆様にご紹介したいと思います。それでは参りましょう。さあこちら奥に進んでいきますと、もうね全体がまるで屋外かのような見事な植栽ですね。いやマレーシアと同様に観葉植物がもうのびのびとですね、生き生きと生きておりますね。日陰気味にも耐える力があるからこそ、この屋内でもしっかり育つことができる。屋内といえども天井をご覧ください。いやガラス張りで見事に日差しが降り注いでおります。日光大事ですね。さあ見えてきました。こちらが巨大滝、巨大な人工の滝ですね。その名もレインボルテックス。いや圧巻ですね。上から水が円筒型に降り注いでおります。しかも音楽が流れていてですね、夜にはですねライティングもされて、音楽とこの水と光のショーもね開催されてるんですよね。まあでもこの日中もですね、日差しを浴びた姿がキラキラしていて美しいですね。いや心洗われるような景色ですね。わあ素晴らしい。上から大量の水が降り注いでおります。いやもうマレーシアもそうです。このシンガポールもやっぱり東南アジアというとスコールがねしょっちゅう起きて、まさにそれを象徴するかのような滝ですね。スコールのようなこの雨のような滝が今ここに存在しています。でこれだけね降り注ぐと、もうスコールの時と同じようにこれ水蒸気が周りにね発生してるのこれ見えますかね。いやー潤います潤います。マイナスイオンが大量発生しているようなそんな感じですね。でこれがねまたこの涼しくしてくれてますし、そして周りの植物のこの葉っぱの気候からですね、この水分取り込んで生き生きとまたね育つことができる。葉水の重要性というのが分かりますね。この湿潤な環境だからここ見事理にかなったね構造になってますね。やっぱりこれシダ植物、いやー見事に大きい。シダ植物は裏にね胞子を持っていて、やっぱりついてましたね。この胞子を飛ばして増えていく原始的な植物ですが、もう日本でもねいろんなシダ植物、シダ植物の観葉植物もたくさんありますからね、ぜひおすすめですね。でシダ植物は特にこういう霧状の場所で生きるようなものが多い、もう水を好む植物ですから、葉水は必須ですね。もうここは理想的な環境になってますね。いや360度植物に囲まれています。いやー世界各国の方がこちらに集まっていますね。世界中の人々を楽しませ癒してくれるこちらの植物園、最高ですね。こちらはセロームですね。フィロデンドロンのセロームですね。こちら日本でも人気の観葉植物が、でもなんかいい形になってますね。カラテアもですね、これ葉っぱが造形物のように美しいカラテアもたくさんね、この普通に地植えのようにしてね育ってますね。これ高いところの植物どうやって手入れしてるんですかね。この上登ることができて、空中回廊のような場所もあるので、そういった場所からね手入れもできるんですね。さあちょっとね早速上に今来ました。こんな上からの景色になっています。いやーすごいです。吸い込まれるような景色ですね。この水と緑、オアシスここにありって感じですね。ビカクシダが張り付いてます。本来の姿です。これが見事ですね。改めてこんな風にねお家で植物育てたいですよね。お家をジャングル化したいですよね。これだけ大きく生き生き育ってるこう、ね、植物が育つための重要な要素が全部詰まってますね。これ上がねガラス張りですが、やっぱ日光がしっかり降り注いでいて、
そして水もですね、こんな風に葉水がね、しっかりやっているのは状況、湿潤ですよ。水やりの管理もね、しっかりされてるんでしょうね。土もやっぱ肥沃な土になっていて、肥料もね、やってるんだなってのがわかります。なので皆さんもね、観葉植物肥料っていらないのかなと思いがちですけども、やっぱりこうやって大きくね、生き生きと何年も何年も育てるためには、肥料はぜひやってほしいんですね。で、観葉植物のね、肥料など何やったらいいのって悩んだらですね、ボタナイスシリーズっていうのが出てます。おすすめです。観葉植物専用のね、シリーズになっておりまして、肥料はね、置くだけ、簡単錠剤肥料といって、もうほんと置くだけで、あとは水やりすれば溶け出して効いてくれるものになっておりますので、園芸店さんやホームセンターさんのいろいろな場所で売っておりますので、おすすめですよ。というわけで今回はチャンギ国際空港シンガポールからお送りしました。空港の中にもこんな楽園が存在します。いや、圧巻のこの景色でした。ぜひね、シンガポールに訪れた際はこちらのチャンギ国際空港のガーデンご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、三上松市の趣味は園芸チャンネルでした。いいな、行ってみたいなと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ始まりました、三上正史の冒険チャンネル in マレーシア。ついにスタートいたしました。説明しよう。このチャンネルではマレーシアをメインにさまざまなスポットやグルメ、プレシャス秘宝を探す冒険チャンネルである。よろしくお願いいたします。というわけで記念すべき第1回目はマレーシア最大のパワースポットバトゥ洞窟にやってきました。いやー、ワクワクしますね。それでは早速三上正史の冒険チャンネルスタート。三上正史の趣味は園芸チャンネル初バスツアー in 山梨開催決定いたしました。2025年9月21日日曜日開催です。東京の新宿発着のバスツアーで山梨へ向かいます。行きのバス移動を一緒に楽しみながら、山梨では食べ放題のぶどう狩りにガーデンでのハーバリウム作り、足湯など盛りだくさんの内容となっております。ぜひ一緒に癒しの旅思いっきり楽しみましょう。詳しい内容は概要欄にリンクを貼っておきます。そちらの方からお申し込みも受付中です。皆様のご参加お待ちしております。そしてメンバーシップも開設中です。月1回のライブ配信など皆様と一緒に楽しんでいけたらと思っております。概要欄に詳しく載せてありますので、そちらもよろしければぜひチェックしてみてください。チャンネルの応援本当にありがとうございます。